長谷川の72分の1スケールで零式艦上戦闘機11型の仮組みを行います。長谷川の零戦ですね。11型ということは QAP 隊のキットですね。そうそう、1993年に発売された長谷川のリニューアル版零戦キット群なのだ。ということは同時にいくつか発売されているわけね。今回の11型が AP13、21型が AP14、22型が AP15、32型が AP16 として1993年に発売されたのだ。52型は52型は翌年の1994年に AP22 として発売されているのだ。なるほどね。今回はその中でも一番最初の11型というわけね。そういうことなのだ。それで今回はこのキットをどうして選んだの？もともと52型兵のキットは積んでいたんだけど、たまたま11型が箱なしで安く売られていたので試しに買ってみたのだ。ふむふむ。72分の1スケールの零戦は各社から出ているけど、1990年代から2000年代前半にかけてはこの長谷川の AP 隊がベストキットだった印象があるのだ。今の目線でどのくらい通用するのか確認したくて選んでみたのだ。それ以前のベストキットとなると長谷川の9番になるのかな。21型、32型、22型、52型と展開されていたんだけど、操縦席がバスタブだったりトツモールド、トツリベット表現だったりで、この AP 隊のリニューアルは当時かなり歓迎されたはずなのだ。投稿者も当時買ってましたよね。買っていたのだ。当時としては価格が1200円とやや高めだったのが印象に残っているのだ。72分の1スケールとしては高めの設定ですよね。そうなのだ。今では同じ価格帯でタミヤの新しい零戦も手に入るから、そちらを選ぶ人も多いと思うのだ。長谷川としてはどう差別化しているんでしょうか？限定マーキング展開だと思うのだ。実際かなりの種類が出ていてコレクション性で勝負している印象なのだ。なるほどね。今回の11型は定番ではないけど、21型や52型は今でも定番品なので改めてレビューしておきたいところなのだ。今だとファインモールドもありますしね。そうなのだ。国内メーカーで現行入手しやすい零戦はそのあたりが主力になるかな。同友者もありますよ。そうだね。ただあちらは海外メーカーの OEM なので立ち位置は少し違うかもしれないのだ。ところで11型ってどんな機体でしたっけ？いわゆる初期生産型でまだ艦上運用の装備が省略されていたタイプなのだ。具体的には翼端の折りたたみ機構や着艦フックが装備されていないのだ。艦上戦闘機なのに陸上運用が最初なので、当時は日華事変の戦況に対応するため長距離防衛戦闘機が急ぎで必要とされていて、完成したばかりの機体をそのまま前線投入した形なのだ。いつ頃の話なんですか？1940年の夏頃、観光基地から重慶方面への作戦に投入されたのだ。これが冷戦の実戦レビューになるわけね。そうなのだ。初期の戦闘では中華民国空軍の15や16に対して一方的に優勢だったとされているのだ。ただし戦時報告特有の誇張が含まれている可能性もあるので、そのまま受け取るのは注意が必要なのだ。なるほど。とはいえ当時としては航続距離、運動性ともに優れていて強力な戦闘機だったのは間違いないのだ。この時点で評価されていたんですね。そうなのだ。当時中華民国側で活動していたアメリカ人義勇軍関係者、いわゆるシェンノートも日本軍戦闘機の性能の高さには早い段階で注目していたとされているのだ。でも当時のアメリカではあまり重視されなかったんですよね。そう言われているのだ。結果としてその評価が本格的に見直されるのは日米開戦後になるのだ。まずはパッケージ内容を確認するのだ。お願いします。パッケージイラストは飛行中の零式艦上戦闘機11型なのだ。背景、中国大陸上空ってとこかしら。では中身を開けていくのだ。薄いグレーのランナーが4枚、透明パーツが1枚、デカールが1枚、組み立て説明書、塗装図が入っているのだ。マーキングは4種類となるのだ。第12海軍航空隊で鈴木隊機、第12海軍航空隊で山下飛装長機、第12海軍航空隊所属機、第12海軍航空隊で堺一機装機となる。なるほどね。部品点数は全部で53点なのだ。72分の1スケールの対戦機としては部品数はそこそこありますね。では長谷川の72分の1スケール
零式艦上戦闘機11型の仮組みを始めるのだ。最初に操縦席なのだ。ふむふむ。操縦席は全部で4パーツ。操縦席床に背部隔壁、座席、操縦桿となる。計器パネルは後ほど胴体に接着ね。そうなのだ。パイロットはついていませんね。 AP 隊になってからはつかないキットがほとんどだったんじゃないかな。次はエンジンですね。エンジンは全部で3パーツ構成となる。見えない奥の部分まで再現されているのだ。次はプロペラとスピナーかしら。プロペラとスピナーを合わせて全部で5パーツ構成となるのだ。プロペラが1枚ずつ別になっているわけね。そうなのだ。ちょっと細かい構成なのだ。次はカウリングかしら。カウリングは全部で4パーツ構成となる。カウリング本体にエアインテークコーをつけて排気管を左右に取り付けて完成ね。次は主翼、水平尾翼、胴体なのだ。いわゆるしの字ですね。最初に胴体の組み立てとなる。ふむふむ。胴体は左右分割の2パーツ構成。操縦席と計器パネルを組み込むんだけど後からでも組み込めそうなのだ。先に胴体を接着できるのは嬉しいですね。計器パネルはデカール表現となっていて機首上部に接着して胴体に組み込むのだ。胴体のモールドはどうでしょうか。繊細な大モールドとなる。主翼はどうでしょうか。主翼は全部で3パーツ構成。主翼下パーツに左右主翼上パーツを貼り合わせる。この時に増装用の穴開け指示があるのだ。主翼のモールドはどうでしょうか。こちらも繊細な大モールドとなる。ここで胴体と合体となるわけね。先ほど作ったエンジンとカウリングとも合体なのだ。次は水平尾翼ですね。水平尾翼は左右それぞれ1パーツずつ胴体に差し込む構造。いつもと同じですね。次はクリアパーツや足回りなのだ。ふむふむ。キャノピーはワンピースとなるので操縦席の開閉選択ができない。透明度はどうでしょうか。特に問題はないのだ。最新キットですと分割キャノピーでしょうけどね。最新キットと比べるとここは弱い感じかな。次は足回りですね。まずは左右主脚。主脚は左右それぞれで3パーツ構成。タイヤとス脚、カバーの構成ですね。その他にも胴体に取り付けるカバーがあるのだ。次は尾輪ね。尾輪は胴体と一体となってるのだ。折らずにこれたってわけね。次は吊るし物なのだ。ふむふむ。吊るしは胴体下に増装が吊るせるのだ。増装は左右分割となるわけね。最後は細かいパーツとなるのだ。まずは操縦席後方にアンテナを配置ね。主翼の上面に補助翼操作ロッドを取り付けて左主翼に気筒管を差し込むわけね。これで大体完成なのだ。では終わりに総評なのだ。今回は長谷川の72分の1スケール零式艦上戦闘機11型を仮組みしてみたのだ。仮組みしてみた感想はどうでした？まず感じたのは繊細な大モールドかな。72分の1スケールの零戦としては国産キットではあまりなかったわけね。そうなのだ。 LS の75分の1スケールやタミヤの32型なんかでも大モールドはあったけどこのスケールでここまで細かく入っているのはなかったのだ。当時としては歓迎されたポイントですね。内容を見ていくとところどころ細かいパーツ分割になっていると感じたのだ。どのあたりですか？まずはプロペラかな。ブレードが1枚ずつ別パーツになっているのだ。組むのは少し手間がかかりますよね。その分エッジの処理やパーキングラインの処理はしやすい構成だと思うのだ。その他だとカウリング形状かな。吸盤では評価が分かれていた部分なんだけどこのキットでは改善されている印象を受けたのだ。逆に気になったところは操縦席かな。バスタブからは進化しているけど今の基準で見るとややシンプルに感じるのだ。当時としては十分でも今のキットがすごすぎるってことね。それと四脚庫もやや浅めに感じたのだ。ディテール自体はしっかりしているんだけどね。長谷川の特徴でもありますね。ウェブ上での評価はどうなんでしょう？胴体と主翼の接合部に若干の隙間が出るとかキャノピーがワンピースで内部が見せにくいという意見はあるけどプロポーションはよく見栄えがいいという評価が多いのだ。ふむふむ。それと21型との違いも気になったポイントなのだ。実機だと翼端の折りたたみと着艦フックの有無ね。そうなのだ。でその翼端なんだけど11型も21型も特に違いはなし。というかランナータグに答えが出ていますね。実はそういうことなのだ。主翼パーツは11型21型22型も同じものを使うみたい。折りたたみ部分は特に気にしてないわけね。翼端が折りたためても畳めなくても分割線的には同じだったことなのかな。ファインモールド版で確認する必要がありそうですね。それは
いずれということで、ではでは、動画を最後までご視聴していただきありがとうございますなのだ。チャンネル登録と高評価をお願いしますなのだ。次回以降も飛行機プラモデルのレビューを続けていくのだ。では、バイバイ。